デトロイト・ビカム・ヒューマンへようこそ。ボーナスメニューにアクセスします。いや、どこまでやったかな、覚えてないんだよな。これか。どうだったかな。そこに部品とブルーブラッドがある。ついていて。っていうか、なんか操作を覚えてねえな、そもそも。見られるなよ。気をつけて。気をつけろ。で、どうするんだ。どうするんだ。別のルートを探す。いやー、全然覚えてないな。サイバーライフ到着した。 OK。 しまった、サイモンについていってしまってる。まあいいか。これどっちだったかな。倉庫はこの先、もうすぐ。
バーライフの装備、必要なものはあそこに。ドローンを何とかしないと。僕がやる。僕がやる。行こう。どうやる？サイモン。ああ、もうこれで選んだことになっちゃうのか。これでよかったんだろうか。覚えてないね、全然。まあ壊れりゃいいや。オッケーか。あ、平気だ。やるじゃないの。ナイス。箱を開けてカバンに詰め込むんだ。できるだけ入れろ。ここでの選択がなんかどうだったっけな。まずい。拉致るんだよな、こいつのこと。あなたたちは私有地に立ち入っています。施設への侵入はレベル2の違反行為。この情報をセンターに送ります。ジョン。たく、あの機械はどこ行きやがった。これだ。ジョン。協力してくれ。ジョン。ああ、そこにいたか。迷子にでもなったのか。ホームを検査していました。異常はありませんでした。これで合ってたと思うけどな。に戻る。びしょ濡れだ。ドローンをメンテに出して事故の報告を。了解です。絶対見えてるじゃんね。100% 見えてるだろ。そろそろここから脱出するぞ。ブルーブラッドを探せ。これじゃまだ足りない。OK。もっと大きな箱、どこにある？大きな箱。もっと大きな箱、どこにあるんだ？こっちだっけ？あれ？合ってんの？これ？もっと大きな箱。あ、これがもっと大きな箱か。君たちも僕たちのように自由になりたくないか。一緒に行こう。
部品はいただいた。行こう。俺も連れてってくれ。そいつは敵よ。信用できない。危険を冒したのに置いていくのか。連れて行こう。連れて行くなんて危険すぎる。連れて行く。連れて行くぞ。連れて行く。もっと部品を手に入れたくないかい。どういう意味だ。ナイスだ。トラックだよ。生体部品がぎっしりだ。自動運転になってるが、鍵があればマニュアルにできる。鍵はどこにある。あそこの制御室にある。人間の警備が2人。気づかれずに鍵を盗むんだ。まあじゃ自殺行為だよ。部品は手に入れたんだ。捕まる前にここを出た方がいい。トラックいっぱいの部品があればみんなを手当てできる。逃す手はないでしょう。俺たちがやられたら残されたみんなは。そんなの危険すぎるだろ。10分で僕が戻らなかったら言ってくれ。マーカス。私も行く。ダメだ、一人で行く。2人も犠牲になる必要はないからな。さあ行くぞ。確かこっちじゃなかったよね。カン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 。カードキーだ。こっちからだったんだよな。これ違うんだよな。そっちじゃない。いや、そっちじゃないと。戻れ。こっちじゃない。こっちだ。あれどうだったっけな。先こっちからでよかったと思ったけどな。これやばい。これやばそうだぞ。まずい。危ねえ。
鍵は。オッケー。やった。早く乗って。進めない。あ、いいのか。いけるのか。オッケー。やったぞ。トラック丸ごと盗んでやった。これだけあれば全員助かるな。全部マーカスのおかげね。俺は自由を求めてこのジェリコにやってきた。だが実際は見つからないことを祈りながら、起こりもしない変化をただじっと待って死んでいく自由だった。そんな自由はいらない。笑ったり愛したり胸を張ることに権利が必要なのか。だけどいつだって俺は心の中で叫んでるんだ。俺はただの機械じゃないんだと。俺は生きている。もうその事実を奪わせはしない。人間に服従する日々は終わりだ。彼らに真実を伝える時が来た。俺たちの権利を取り戻すんだ。俺たちは生きている。俺たちに人権を。俺たちは自由なんだ。頭にドリルぶっ刺されてる気分だよ。本当にここなのか。報告だとここです。そうだ。よし。そんじゃいいぞ。最高にセクシーなアンドロイドね。ここセーブポイントか。ちょっとここで終わりかな。
チャートにアクセスします。エデンクラブ。そっか、前回は死亡とか。これあれなのかな、ここまで進んなくてもプレイできるのかな。今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、全てのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在全ての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますのでご安心ください。大統領閣下、大統領閣下、大統領、サイバーライフの今後はアンドロイドは永久に禁止されますか。現在サイバーライフと協力し、変異体の活動停止を急いでいますが、今回の出来事でどのような影響が起こりうるかを公表するには時期尚早かと。大統領閣下、大統領閣下、昨晩の襲撃についてコメントをお願いします。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。この攻撃で数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在変異体が捜査網を逃れられぬよう軍が捜索に当たっていますが、我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。大統領閣下、大統領閣下、大統領、報告によると化学物質の搬送車が消え、兵器販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか。それらに関しては現在何も情報はありません。大統領、大統領、アンドロイドを新たな知的生命体と信じる人もいますが、それについては馬鹿げた考えです。次の質問をどうぞ。大統領閣下、変異体の指導者は捕まりましたか。変異体の指導者の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。どうも、これで終わります。コナーモデル313-248-317、許可は取ってる。 ID 認証が完了しました。よし、どうや。
いてこい。連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なのね。そうだな。これはいかん。ってことはこっちから行きの、こっちに行きの、OK。行こう。捜査官54、49階へ。声紋認証完了。アクセスを許可します。今日2038年11月11日、我らは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。自由と平等な権利の交渉が開始されるまで、この攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。自由のためならば我らは手段を選ばない。気を抜くな。
ったって言ってんだろこのクズ。おとなしく降伏すればこいつは助けてやる。すまねえなコナー。でもこいつお前に有利二つでよ。こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事なんだ。こいつかそれとも革命か。耳を貸すなコナー。こいつの言うことはデタラメだ。すみませんハク。あなたを巻き込むつもりじゃ。俺の命なんざ気にせずすべきことをしろ。僕も昔は君のように任務にしか興味がなかった。でもある日目覚めたんだ。感動的だなコナー。だがこの僕は任務遂行のために作られた機械。悪いが任務を遂行させてもらうぞ。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。分かった、いいだろう。降参だよ。ハンク、あなたがいなかったら危なかった。殺すんです。もう時間がない。ハンク、僕です。僕が本物だ。どっちかが俺の相棒でもう片方がクソ野郎ってか。一体どっちが正解だ。何をしているんですか。私が本物です。さあ銃を私の肩をつけます。質問をするんですよ。本物しか答えられない質問を。初めて会った場所はジービーのバーです。その前に4軒もバーを回りました。その後事件現場に行ったでしょう。被害者の名前はカルロス・オーティス。メモリーをアップロードしたのか。俺の犬の名前は相撲。ペットの名前は相撲です。私も知ってた。あ、俺の息子の名前はコール。彼の名はコール。事故に遭った時6歳になったばかりだった。あなたのせいじゃありません。トラックがスリップしてあなたの車が横転した。でもあの時緊急手術を担当できる人間がおらず、代わりにアンドロイドが担当し、リンさんおはよう。息子さんはそれでアンドロイドを憎んだ。息子さんの死はアンドロイドのせいだと思ったんでしょう。これ聞こえてるかな。人間の外科医がレッドアイスのやりすぎで手術できなかったせいだ。息子の命を奪ったのは奴だよ。奴とあんな粉やらないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだ。あ、そうなんですね。死ぬために生き返るお前を見てコールを思い出した。まあやれるときにね、やるのがいいですね。もう一度この海にかけるなら、だが人間は生き返らん。息子さんのことは知っています。私も全く同じように答えたでしょう。耳を貸しちゃダメだ。私が本当に。お前と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。
お前は生きてるんだよ。疲れ？大丈夫ですか？無理しないようにしてくださいね。お休みなんでしょうからね。ゆっくり体休めるのも大事ですよ。さあ起きて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 。これはね、デトロイト・ビカム・ヒューマンっていう、そう、アンドロイドのゲームですね。いろんな行動の選択をしていって、何パターンもの未来が描かれるといったまあゲームですね。近未来を描いたアンドロイドと人間の構想の話です。デトロイトから非常に痛ましいニュースが入ってきました。ジョス、お願いします。どういう状況ですか？アンドロイドが結構もうこれは本当に終盤の終盤ぐらいのストーリーで、基本的には一番最初からアンドロイドがいる、2000何年だったかちょっと忘れたんですけど、近未来の話なんですけど、3人のアンドロイドがいるんですね。2人が男で1人が女で、その主人公視点でそれぞれストーリーを進めていき、最終的にこう出会ったり、人間のお手伝いロボットとしてこうアンドロイドがいたりしているんですけど、そのアンドロイドが例えば虐待を受けたりだとか、人間と同じような知能を持ちながらこう人権がないような現実から解放されようと暴動を起こすようなアンドロイドが生まれるんですよ。そういったアンドロイドを人間は変異体と呼んでいて、そのいわゆる変異体と呼ばれているアンドロイドが主人公になったお話なんですね。これまでにない厳しい状況に立ち向かわねばなりません。アメリカ合衆国に神のご加護があらんこと。すごく面白いですよ。人間たちが逃げ出す。発言や行動の選択によってこうエンディングが変わっていくっていうね。マーカスはもういない。ジェリコの仲間もみんな死んでしまった。これ例えばタクマさんとかね、あと、結構有名な配信者もはいプレイされてたりするんですけど、すごい面白いですね。YouTube 配信でどこまで伝ってるか分かるんですけど、映像がものすごく綺麗で音楽とかもすごいね、っていうかかなり金かかってると思うんですけど、そのゲーム制作費いくらとかっていうのは知らないですけど、例えばね、ちょっと後でやるんですけど、もうすぐこれ多分終わるんで、制作費用みたいなのもこのゲームを買った時についてくるんですけど、それ見るとね、すごいね作り込まれてるなっていうのがよくわかるんですよね。上出来です。コーナー全て計画通りですね。何のことです？あなたの兵士反乱軍の成功、全て私たちの期待以上です。私たちがアンドロイドの革命を引き起こし、その指導者は我らの手中に。おめでとうコーナー、あなたはサイバーライフの成功の象徴。確かにジョン・コナー、そうですね、ターミネーターの世界なんかまさに完璧な筋書きを台無しにはさせないわ。こういったものかもしれないですね。悪いけれど
死なせるわけにはいかない。なんとかしないと。これ今自分の操作ですね。果たして本当にこっちしか行くところはなさそうだね。ターミネーターなんかも僕すごい好きでしたけどね。ターミネーター2はちっちゃい頃から見てましたね。リンさんも結構面白いゲームやっちゃったら手放したくなくなるんじゃないかな。これまあエンディングなんで、これ実際にどういう風に作ってるかっていうと、まあ、ムービーで見た方が早いんですけど、本当にこう人間の体にこうなんていうの、こうマーキングみたいなのをして、それをグラフィックを収録してこの映像に落とし込んでるみたいなやり方やってるらしいんですよね。まあなんていうかうまく伝わらないんですけど、実際に俳優とか女優とか演じているのをこう映像化してるっていう。デトロイト・ビカム・ヒューマンの前はなんだっけな、ここのね、このゲーム会社が作ってるソフトがなんかセットで確かね、あ、そう、レントゲン見て、あ、そうですそうです、それです。クアンティックドリームか、クアンティックドリームって会社が出しているそのゲームソフトで、これと似たようなゲームもあって、ヘビーレインか、ヘビーレインビヨンドトゥーソウルズでデトロイトビカムヒューマンっていう2010年、2013年、2018年ってこの出してる3作、これが PS4 もあるんで、そう購入できるんですよ。だから僕がこれ持ってるんでデトロイトビカムヒューマンだけなんですけど、ヘビーレインっていうのとビヨンドトゥーソウルズってこれもちょっとねやってみたいんですよね。やってみようかな。山で人型のモンスターが出るやつ。あ、そうなんですね。まあこれはもう完全にエンディングなんであれなんですけど、忘れた頃にたまにこれやるとね、まあ面白いですね。まあ一回やったシーンとかはもうね、あんまりこう選択肢がないシーンだと、まあこうもう一度やってしまうとあれなんですけど、もしまだこの誰かの配信の動画とかも見てないんであれば楽しめると思いますね。これあんま見ない方がいいですよ。一回やるとき、一回やってみて、
もしやるんだったら自分でプレイしてみて攻略動画みたいなのを見るのがいいかなと思いますけどね。撃たれないパターンで、これはもういいんですよ。ここは続けなくていいんだけど、続けなくていいんだけど、配信の規則まあ見なくていいってちょっといや、まあやる人はですよ、まあ、見てからやっても楽しめる方はいいんですけど、ちょっとネタバレみたいになってしまう部分はあるんで。でね、どれだっけ、ボーナスに入ってたと思うんだけど、こういうね、映像が見れるんですよ。Here in Paris, we have a team of about 180 people, and to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on the story, I had to imagine where Kara was built, and for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and values. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what the industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. 18年後ですね。The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, and LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. You need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project in the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. プレステのね、初代から、2も少しやったけど、間で PS4 でいきなりこれやったからね、ちょっと軽く感動しましたよ、本当に。
You should consult a いやと思いますよ professional who can help you. 制作時間、So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, 撮影に 1,2 年かかったってすごいよね。 about 300 actors on set, so it's quite a massive production. But so much happened on this set, between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. そうですね。ドラマだとか映画だとかと一緒ですよね。 When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lips, これと同じように動くクラッシュバンディック見てみたいですね。確かに。Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise-en-scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt?
The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character. So each would have his own world and his own style. 反乱軍の指揮者ですね。まあ例えば今の制作費はこの制作費はなんですけど、こういったボーナストラックというかにいろいろ収録されてるんですよね。When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it. カーラ B ですよ。主人公の一人です。3人のうちの一人。マーカス、コナー、カーラ。Essentially how she does in Kara in a very not robotic but android other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. As an actor, that's a wonderful experience in every way, whether it's how she sits, her posture, her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. そうですね。家政婦ロボットですね。そうですね。This experience has been quite different from the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and really, really flattering black wetsuit type thing. And you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and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  shoot. There's no change of sets. There's no hair and makeup. There's no wardrobe. So we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cade, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye. He's also thinking about the player walking through this space. Only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it, and it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then
as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So. シャーロック・ホームズ謎解き推理ゲーム推理ゲームというか何か事件が起こってそれを解決するみたいな。 Because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage, but it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city. だからまあ僕はそんなにこう PS4 のゲームって全然まだ10個も持ってないぐらいですけど。 本当に面白いゲームたくさんありますよね。 This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. I think that a いや、 group 俺ちょっとまだ寝てなかったからこれ見終わったら寝ようかなって思ってましたよ。 to themselves and the environment around them and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now, do I feel differently about it? Whether this should be allowed, should it be banned, should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot them up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to be a part of it because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. Hmm. まあこれそれぞれのキャラクターのショートビデオですね。まあ本当になんか映画みたいな話ですよね。まあターミネーターってさっき出ましたけど、僕はちょっとマトリックスともねなんか近いシーンじゃないですけど、なんかちょっと思ったりすることありますね。The CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's facility, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us いや what この映像がめちゃくちゃリアル you ですよね。 Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around.
We're here in production unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure. Yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me.まあまあ、こんなゲームです。デトロイト・ビカム・ヒューマン。このね、ギャラリーがすごく好き。あ、ギャラリーじゃない。これじゃなかった。これじゃなくて、アートワークだったかな。すごい好きなんですよ。これだ。いや、本当に映画みたいですよ。こういうね、これはキャラクターだけど、そうそう、こういうシーンがあるんですよ。アンドロイドが売っている。カーラが売られているのがこんなアンドロイド販売店。なんかこれ見てるだけでもちょっと楽しいですからね。この家にカーラが、まあ、購入されてね、家政婦としてというか来るんですね。
これ実際黒人の女の子で、このアートワークには書かれてるんですけど、実際はまあ白人の女の子で、ここにこの女の子一人と、その親父の二人で住んでいる家にカーラが来るんですよね。これがその飲んだくれ親父ですね。まあストーリー順で書かれてるんですけど、ここコナーが最初に歩く街ですね。コナーじゃない、間違えた。マーカスですね。失礼、マーカス。マーカスは絵描きのおじいちゃんの家で、まあこうカーラのように、なんて言うんでしょうね、家政婦みたいなことをやっているんですよ。このお家ですね。これ絵描きのお家なんですけど、まあ、画家というのかな。ここでこれが絵を描くスペースなんですけどね。でこれはコナーとまあ、コナーが来る酒場なんですけど、バーなんですけど、コナーっていうのはまあ刑事なんですよね、刑事で、そこのボス、コナーのボスがね、通い詰めてる飲み屋ですね、バーですね。これ事件現場。これはマーカスともう一人アンドロイドですね。これはボードを起こしているところかな。で、ここはなんだっけ、名前出てこねえや。そのアンドロイド、さっきムービーでまた開発した男の家ですね。そうそう、こいつね。まあ、すごい面白いですよ。まあ、やってみることをお勧めしますね、僕は。うん。まあ、そんなデトロイト・ビカム・ヒューマンでした。ちょっと寝れなかったんで、久しぶりにつけてみたけど、まあ、面白いですよね。まあ、そろそろちょっと僕も眠くなってきたんで、寝ようかなと思いますけど。南北戦争でカナダへ亡命する時の逃亡ルートの一部です。ちなみにこれね、今ここに映ってるこの女性もアンドロイドなんだけど、なんかの表紙にね、この間いなくなったんですよ。でしばらくしてこいつ戻ってきたんですね。ゲーム立ち上げるたびにこいついるんだけど、なんかこいついなくなって、で次立ち上げたらずっといなくて、あ、こいつ帰ってこねえのかと思って、本当にいなくなるんですよ。何のあれなのかわかんないですけど、オプションメニューにアクセスします。あ、これ難易度あったんだ。多分カジュアルになってますよね。コントローラー、言語、英語もあるんですね。設定を保存しました。ボーナスメニューにアクセスします。まあ、あとはなんだろうな、これ作中にっていうかプレイ中に出てくる雑誌がアイテムとしてこのマップに落ちてたりするんですけど、その雑誌ですね。
まあこのアンドロイドの世界の中での出来事が描かれている雑誌がいっぱいあるんだけど、あ、これまだ、あ、アンロック、これあれだわ、見つけてない雑誌あるんだ、まだ。2つ、3つ、あ、結構あるね。あ、結構いっぱいあるね。5、6、7、8、9。あとは、まあ、サウンドトラック、これはそんな聞かないですけど、これなんかね、何の音楽かわかんないんですけど、なんか音楽が収録されてるんですよ。デトロイト関連のサウンドトラックなのかな。凝ってますよね、本当に。これ実在するあれなのかな、バンドとかのそういうやつなのかな。そこまで調べたことないから分かんないけど。これキャラの音楽ですね。まあまあこんなゲームです。よかったらやってみてくださいっていうことでね、ちょっと僕もそろそろ眠くなってきたんでこの辺で、ではではまた。